皆さんこんにちは。リアルな日本語のポッドキャストのお時間です。はじめまして。私はオンライン日本語コーチのしおんです。普段私は日本語を教えている先生なんですが、このチャンネルでは教科書にはあまり出てこないネイティブが普段使っているリアルな日本語をお届けしていきます。スピードもテンポも実際の日本人と同じです。ちょっと早いなと思うかもしれないんですが、ネイティブのスピードに慣れることがリスニング力アップの近道になります。もしちょっと早いなと思ったら、再生スピードは自由に変えられます。まだ聞き取れないという方は 0.75 倍速や 0.5 倍速に変えてみてください。慣れてきたら通常のスピードへ。上級者の方は 1.25 倍や 1.5 倍にして聞いてみてください。そうすると通常のスピードで話している日本語がとってもゆっくりに聞こえてきます。まずは自分のペースで少しずつステップアップしていきましょう。そして皆さんこんなことを感じたことないですか？知ってる単語やフレーズなのに会話が聞き取れない。ネイティブの話すスピードが速すぎて、今なんて言ったってなる。先生の日本語は聞き取れるけど、日本人同士の会話はスピードが速すぎて無理。実はこれ全部ネイティブのスピードに慣れていないだけなんです。そしてそれは私も英語で同じ経験をしました。英語を勉強している時、ネイティブが話す Vlog やポッドキャストをよく聞いていたんですけど、全然ついていけませんでした。でもそこからシャドーイングの練習を取り入れたら、だんだんスピードに慣れてきてリスニング力も上がりました。シャドーイングっていうのは聞こえてきたフレーズのすぐ後を追いかけて発音する練習方法です。リピートとはちょっと違くて、シャドーイングをすることでネイティブのスピードやイントネーション、ニュアンスをそのまま真似することができます。このポッドキャストもシャドーイングにぴったりなのでぜひ使ってみてくださいね。そして日本語字幕をつけているので YouTube で聞いてくれている方は CC を押すと自分の言語と日本語字幕の2つで確認することができます。そしてこのポッドキャストを聞いてくれている方限定でポッドキャストの中に出てきたフレーズや単語をまとめたノーションを無料で配布します。リンクは概要欄にあるのでチャンネル登録して受け取ってください。では早速エピソード1、自己紹介を今日はしていきたいと思います。なんですがその前に私カメラの前で一人で話すことに慣れていなくて3本くらい実は動画をボツにしてしまいました。なので今度こそはちゃんと動画にしたいなと思ったのでインスタグラムで私をフォローしてくれている方に質問を募集しました。そしたら30個を超える質問が届いたのでその中から選んで質問に答えていきたいと思います。質問を送ってくれた方ありがとうございました。では今回のポッドキャストはその質問に答える形で自己紹介をしていきたいと思います。まず1つ目、名前は本名ですか？はい、私の名前はしおんで本名です。何歳ですか？はい、1997年の10月16日生まれ、27歳です。同じ年の方はいますか？もしいたらコメントで教えてください。出身はどこですか？はい、出身は北海道になります。今はどこに住んでるの？今は沖縄に住んでいます。そして今までどんな仕事をしてきましたか？はい、私はもういろんな仕事を実はしてきて、一番最初の仕事は地元の銀行で働いていました。銀行では受付窓口の方でお客さんの接客をしていました。その後実はオーストラリア留学に行くんですけど、そこで一度仕事を辞めて日本に帰ってきてからは次また留学したいと思っていたのでアルバイトをたくさん掛け持ちしてお金を貯めていました。アルバイトではお花屋さん、あとはカフェ、あとホテルの受付で働いていました。でその後、あるご縁がきっかけでライブ配信のお仕事をすることになって2年ほどライブ配信のお仕事をしてました。その後フィリピンのセブ島というところに移住して日系の会社で働いていました。その時に日本語の先生のお仕事も同時にやっていたのでダブルワークしていました。ダブルワーク日本語では副業と言ったりします。はい、副業していたんですけども、副業していてそれから今年の5月の末に前の仕事を辞めて6月から日本語の先生として独立しました。はい、私のキャリアはそんな感じです。こちらはもっとお話ししたいなと思うことがたくさんあるのでまた別のエピソードで撮っていきたいと思います。アニメや韓国ドラマは見ますか？お気に入りは何ですか？はい、アニメよく見ます。最近だと、怪獣8号とか
ダンダダンとかよく見てます。あとタコピーの現在っていうアニメも見ていました。韓国ドラマは昔よく見ていたんですけども、最近は見れていなくて、もし何かおすすめがあったら教えてください。ぜひコメント欄書いてくれると嬉しいです。はい、そしてお気に入りなんですけども、アニメで言うと私は宇宙兄弟というアニメがすごく好きです。宇宙兄弟は皆さん知ってますか？兄弟で宇宙に行くっていうお話なんですけど、弟が先に宇宙飛行士になって宇宙に行くんですけど、それを見ていたお兄ちゃんも、宇宙飛行士になって宇宙を目指すというお話です。すごく大好きなアニメで、皆さんもぜひ見てもらいたいなと思うので、ぜひチェックしてみてください。あなたの好きな動物は何ですか？はい、私は猫がとっても大好きです。生まれる前から私の家にはずっと猫がいました。大人になってからも保護猫を引き取って2匹の猫と一緒に生活していました。実は今は沖縄にいるので一緒に住んではいないんですけども、またいつか一緒に住みたいなと思っています。あと面白い質問があったので紹介したいんですが、恋愛で一番大切にしていることは何ですかっていう質問が来ました。私はそんなに恋愛経験いっぱいある方ではないんですけど、一番大切にしているのはお互い自立できる関係性でいられることですね。なんか友達の恋愛とか聞いているとちょっとお互い依存し合ったりとか、なんかちょっと辛そうな恋愛をしてる方多いんですけど、私はそうじゃなくて、お互い自立していることで依存し合わない関係性みたいなのが私はちょうど心地がいいなと思います。私は結構束縛が嫌いなタイプなので、そういう自由でいられる関係性がいいなと思います。自立しているっていうのは、恋愛だけにフォーカスするんじゃなくって、恋愛以外にも自分の楽しみがあったりとか趣味があったりとか頑張って打ち込んでることがある人に結構惹かれるかなと思います。私自身もお仕事だったりとか好きなことたくさんやりたい方なので、恋愛に縛られちゃうみたいなのはすごく嫌だなと思います。なので自立しているっていうことが私の中ではすごく大事なことだと思います。はい、あと趣味は何ですかという質問ですね。趣味はそうですね、私はコーヒーがとっても大好きで毎日飲むんですけど、コーヒーが好きなのでよくカフェに行きます。好きなお気に入りのカフェに行ってよくやっているのはジャーナリングですね。私はもういろんなやりたいことがたくさん実はあるんですけど、やっぱり優先順位をつけないとどれも手つかずになってしまって、プロジェクトがうまく進まないと思うんですよね。なのでジャーナリングをして自分の今思っていることを紙に書き出すことでよく整理をしたりしています。ぜひジャーナリングおすすめなので、ぜひ皆さんもやってみてほしいです。例えばなんで今日本語を勉強したいのかとか、日本語の勉強する目標とかも書くことで可視化されてすごく分かりやすくなります。それに書くことでなんか夢に近づく気がするんですよね。なんかそのために行動しようって思うし、自分が今何やるべきなのかがはっきり分かってくるので、すごくおすすめです。はい、あと日本語に関する質問たくさん来ていました。ありがとうございます。日本語学習者にどんなアドバイスをしますかって質問が届いてました。これに関してはもうレベルによって全然アドバイスが変わってくるので、一概には言えないんですけど、言語の学習ってなんか終わりがないじゃないですか。なので好きでいることがすごく大事なんじゃないかなと思います。好きでいることと日本語を話せている自分がどうなっていきたいのか、日本語を話している自分が日本語を使ってどうなりたいのかみたいなことを想像することが大事なのかなと思います。これもさっき話したジャーナリングをするのがすごくおすすめで、なんで自分が日本語の勉強したかったんだっけみたいなことを深掘りしていくと、やることとか目標が明確になるので挫折しにくくなると思います。なのでぜひ今日本語学習で悩んでいる方は、まずなんで日本語を勉強したのか、日本語を話せるようになったら何がしたいのか、そしてそれをいつまでに達成したいのかをぜひ紙に書き出してみてください。そして今日からできること、今日からのトゥードゥをまた書き出すことで自分がやるべきことが明確になるので、ぜひやってみてください。はい、次も日本語に関する質問なんですけど、ゼロから日本語を勉強するとき、ひらがな、カタカナ、漢字のどれから始めるのが一番いいですかですね。これはもう確実にひらがなからまずは勉強してください。
私たち日本人も小さい頃、子供の頃はひらがなから勉強を始めました。ひらがながまず読めるようになると、教科書とかも理解することができるようになってきます。だいたい教科書には漢字に振り仮名といって漢字の読み方がついているので、ひらがな読めるようになるとすごく勉強がしやすいと思います。その次にカタカナですね。カタカナは基本的には外来語、外国から来た言葉ですね。基本的にカタカナで表記されることが多いので、発音がすごく似てると思います。なので発音とか音はね分かりやすいと思うんだけど、形ですね。文字の形はひらがなと全然違ったりもするので、まずはその形と音を覚えていきましょう。そしてその後に漢字ですね。漢字も簡単な漢字からで大丈夫です。例えば山とか川とか、あとは森とか木とかですね。漢字の勉強についてもたくさんの質問が届いていたので、こちらまた別動画で1本撮ろうと思います。ぜひ楽しみにしていてください。はい、まず私も英語を勉強しているのですごく気持ちがわかるんですが、ネイティブのスピードって本当に速くて何言ってるかわかんないですよね。で、その時にまずやるべきこと2つあるなと思ってて、1つはまずは単語を知らないと聞き取れないものを全く聞き取れないので、単語をまずインプットしていきましょう。もうこれはもう地道な努力だと思うので、1日5個、1日10個からでもいいので、毎日積み重ねていってみてください。で、その次2つ目ですね。2つ目はスピードになれるっていうのがめちゃくちゃ大事だなと思ってます。本当にネイティブは速いので、この速い速度で聞き取れるのかどうかが重要になってきます。まずこの私のポッドキャストもまだ速いなと感じる方は、0.75 倍速とか 0.5 倍速に一度速度を下げてみてください。で、そこで聞き取れるようになってきたら、だんだんスピードを上げていくことをお勧めします。そうすることで耳から入ってきた単語や言葉やフレーズを頭で処理するスピードが上がってくるので、ネイティブが話す日本語もだんだん聞き取れるようになってきます。ぜひこのポッドキャストも何度も聞いてみてください。はい、ということで今回はたくさん皆さんの質問に答えてみました。動画いかがでしたでしょうか。カメラの前で話すことに全然慣れていなくって、めちゃくちゃ緊張しながら話してたんですけど、今回はたくさん皆さんからもらった質問に答えていく形で自己紹介してきました。今後は友達同士の会話だったりとか Vlog とかもね載せていきたいなと思っているので、ぜひ楽しみにしていてください。最後になるんですけど、ネイティブのスピードに慣れていれば聞こえる、わかる、話せる、この3つのステップが一気に近づきます。このポッドキャストではそういった学びのサポートができるように続けていきたいなと思います。よかったらぜひチャンネル登録して、ぜひ一緒にリアルな日本語を学んでいきましょう。そして概要欄に今回ポッドキャストで私が話した単語やフレーズ集をまとめて解説したノーションのリンクを無料で配布しています。よかったら次はフレーズ集の解説を見ながらもう一度この動画の最初から見てみてください。より理解が深まると思います。ではまた次回このポッドキャストでお会いしましょう。じゃあまたね。